IKEA 大好きなサヌです。よろしくお願いします。2月1日から買取額上乗せキャンペーンが始まります。 IKEA では IKEA の家具を買い取ってくれるサービスをしているんですけども、それの買取額が 30% 上乗せされるっていうキャンペーンです。このキャンペーンすごいレアですから、今のうちに買取対象の家具かどうかチェックしてみてください。こちらの投稿で過去にやり方とか私の体験談などを詳しく紹介していますので、ぜひご覧になってください。今回は2024年にいろいろ値下がりがありましたので、最新版の IKEA の人気の収納を紹介したいと思います。ちょっと棚が欲しいなとか収納増やしたいなっていう時に IKEA ってすごい有用なんですよね。世界中で売れているのでコストが抑えられてて、頑丈でデザインがシンプルで使いやすいです。あと IKEA の人気のワゴンのおすすめの使い方も紹介します。あと IKEA で棚板を買ってきまして、それでモニター台を作ったので、それも紹介したいと思います。ぜひ最後までご覧になってください。まずはベストを紹介したいと思います。リビング収納としてとっても人気なのがベストというシリーズです。こちらもそうなんですけども、こちらの奥にある食器棚風なのもそうなんです。とにかくバリエーションが豊富にあります。扉とかガラス戸とかいろんなバリエーションがあります。で、中の棚板もこういうガラスの棚板みたいなのもあったりします。こんな風に、テレビ台としても人気です。こちらの黒いのもベストなんです。で、こちらはすごい浅いタイプもあります。こんな風にカウンターの下の収納としても活用できるものとなっています。で、値段もそんな高くないんですよ。安いんですよ。で、我が家でもリビングにベストを置いています。中身は完全に扉で隠せて、上はこのように飾り棚っぽく使えるっていうのが気に入っています。ベストは奥行きが非常にありますので、かなり収納力があります。こんな風にファイルボックス、これ無印のファイルボックスですけど、横向きに寝かせた形で置くことができます。子供からもらう手紙とか捨てられないものをちょっと一旦ここに置いています。あとはエコバッグとか、なんていうんですかね、よく使うけど丸見えになっては嫌かなっていうものを、虫のスプレーとかを置いています。あとは、マスクが、このボックスはニトリのボックスですね。キャンドルを下の段の方にストックを置いています。あとはね、ペットボトルとかも結構入れたりしています。ストックをね置いたりしています。本当たくさん入るんですよね。で、こちらにはリビングで使うような爪切り、電池とか文房具が入ってたり、あと書類ですね、もう全部こちらに、置いています。これは無印のファイルボックスです。よくエーケトと迷われる方が多いかなと思うので、エーケトも紹介します。まず見た目に大きな違いがあって、扉が内側に入るので、前から見た時に線がこういう風に入るのがエーケトです。で、奥行きがかなりコンパクトな作りになっています。エーケトのこのキューブっぽい形のものが去年の11月に値下がりになりました。続きましては本棚のビリーを紹介したいと思います。この度ビリーに扉を設置しました。結構すっきりしましたよね。で、その前にですね、ビリーのについてちょっと説明したいんですけども、ビリーは非常に人気のある本棚でして、奥行きが浅く幅木を避ける構造になっていますので、壁にぴったり沿わすことができて部屋をすっきり見せてくれます。あと雑誌でよく他社製品をいろいろ比較する雑誌の企画あるじゃないですか。あれで IKEA のビリーは本棚部門で毎年1位を獲得しています。本当に人気の商品です。高く評価される理由の一つとして、大きいサイズの本棚の側面の板が一枚板で作られているんですね。なので頑丈で見た目も美しいっていうのが高く評価されています。で、さらに昨年リニューアルされまして、再組み立てが可能になりました。ですので引っ越しにも優しくなりました。ビリーはこのように扉をつけることが可能で、上半分がガラス戸になっている扉とか他にもいろいろ売っています。ビリーの扉は金具なども全部一緒にセットになっているので安心です。さっき申し伝え忘れましたけど、ベストはですね、こういうヒンジとかが全部別売りなんですよ。なんで皆さんちょっと買うときは気をつけてくださいね。で、ビリーはですね、扉をつけるのは非常に簡単でした。ねじねじしていくだけでしたね。扉を受ける
なんていうんですかね、バンパーみたいなシールもついてました。ただ一点ね、取っ手がですね、なんか自分で最終的に穴をぶち抜くみたいな感じだったんですよこれがかなりね、最初戸惑いましたね。取っていらんかったかもなと思ったけど、もう引き返せないですね、これはもう穴が開いていきます。ビリーにも取っ手はついてるんですけども、私はアリエクスプレスで買った、ゴールドの取っ手をつけてみました。はい、で1月4日に値下げされたものの一つにこちらのカラックスがあります。カラックスシリーズの4マスのものが値下げされました。カラックスはこのように扉とかボックスとかいろいろオプションがたくさん用意されているのが特徴です。また奥行きが深いのでランドセルを寝かせておけるっていう話もよく聞きますね。右のファイルボックスを見ていただいたら分かるように、ファイルボックスを置いても手前にあんだけスペースが余るぐらい奥行きが大きいです。こちらが今回値下げされた4マスタイプです。足は別売りになっています。カラックスにぴったりのボックスもすごいバリエーションがあって、しかも結構安いんですよね。IKEA には棚板もいろいろ売っています。で今回はこちらの棚板とキャビネット用の足を使ってデスクの上に棚を作ってみたので紹介します。さっきのAケトの足とかはウッドで可愛いんですよね。Aケトの足は高さ10センチあります。私は8センチにしたかったのでこの白い方を選びました。ネジも付属しています。もうちょっと幅の広いモニター台が欲しいなと思ったのでずっと探してたんですけど、なかなかちょうどいいものが見つからずと思っていたところ IKEA の棚板にしました。棚板の長さも幅もいろんな種類が売ってますので、皆さんお好みのね見つけてもらったらなと思います。でこれのいいところはですね、足の位置をね好きな場所につけられるっていうのがいいですし、私片方だけの足をマットの上に置いてるんですね。IKEA のワゴンの中に敷くマットなんですけども、それをマウスパッド代わりに使っています。で普通だったらこうガタつくじゃないですか。でも今回は調節可能な足ですので、若干ネジを緩めネジすれば長さを変えることができるので、こういう片側だけに干渉物があっても安定して置くことができて非常に良かったです。板の質感はすごいよくってですね、いわゆるパーティクルボードではなくって無垢材なんですよ。それでこのお値段は結構コスパいいんじゃないかなと思います。今回私が買ったのはトランフルト棚板ホワイトステインアスペン 80×20 センチ1799円の商品です。足はこれシルバーもあってシルバーでも良かったかもですね。続きましては新商品の鉢カバーを紹介します。鉢カバーを収納に使うっていうアイデアをですね、ソイさん大好きなソイさんの YouTube で拝見いたしまして真似してみました。こちら鉢カバーとしてもめちゃくちゃ可愛いですよね。でもペン立てにしてもめっちゃ可愛かったです。コロンとしてすごい可愛くないですか。で下の方はねちょっとベージュになってるんですよね。それも可愛い。ちなみに3色展開3サイズ展開でこれが一番小さいサイズになっています。ソイさんはねお化粧品を入れてましたね。メガネ立てにしてもね可愛いですし、ハサミとか文房具を立てても非常に可愛いなと思いました。続きましては IKEA のワゴンを紹介したいと思います。 IKEA のワゴンの小さい方のロースフルトワゴンです。こちらは去年の11月に値下がりがありました。値下がりっていうか昔の値段に戻ったって感じなんですけども、戻るってすごいですよね。2999円になりました。こちらのワゴンはもちろん収納としてもいいんですけど、こうやってねスーって移動できるので使わない時はこうダイニングテーブルの下とかカウンターの下にしまえるっていうのがいいポイントです。でまた使う時はスーって出してこれるっていうのがいいんですよね。真ん中と一番下の段には毎日使うものを入れておくとパッと取れて便利です。これはスコーディスに使うオプションなんですけども、こんな風にロースフルトワゴンの横に引っ掛けて雑誌とか iPad なんかをかけるスペースを作っています。横にフックとかをつけて、このフックもね IKEA のスンネルスタっていうフックですけども、こういう風にペンとか文房具を引っ掛けておいたりすることもできます。
一番下の段にはティッシュが入っています。お気に入りの使い方はサイドテーブルとしての使い方です。この天板がいい仕事するんですよね。天板を使いたい時は中のボックスがちょっと注意が必要で、高さが大事になってくるんですね。でこちらのライフトレイシリーズだったかなはいいんですけども、よくあるこういう形のものはですね、高さが結構ギチギチで蓋が閉まることができないので注意が必要です。ライフトレイシリーズを買っておくと間違いないかなと思います。仕切りとして非常に便利です。皆様ワゴン持ってますか？どんな使い方しているかぜひコメント欄で教えてください。今回の動画はぜひグッドボタンを押して後で見返せるようにしておいてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。ではまたすぐ次の動画でお会いしましょう。